いやー、桜が美しく咲いております。どうもこんにちは。三貝松市の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、今年もやってまいりました。春の里山ガーデンフェスタ2026開催中でございます。桜と見事な草花の共演。里山ガーデンに来ております。こちらウェルカムガーデン。まずですね、こちら里山ガーデンに来たら入っていただくと皆さんを迎える形でこちらのガーデンがございます。私がですね、もともとデザインさせてもらったんですが、この輪をたくさん作ってるんですね。で、皆様に来ていただいて人の輪がつながってたくさんの皆様の輪ができていくという、そんなイメージで作っております。で、ご覧ください。今年はドドンとかっこいい文字が浮かび上がっております。グリーンエクスポ2027、いよいよ来年開催でございます。来ましたね。ついに1年前を応援する花壇になっているんです。で、キャラクターは、はい、トゥンクトゥンク。こちら可愛らしいハートのキャラクターです。で、たくさんのトゥンクトゥンクのハートのオブジェが、昨年はですね、この花壇の中に、下にね、隠れハートのような感じで入れてたんですが、今年は浮かび上がっております。いよいよ来年へ向けて盛り上がってきましたね。たくさんあるんで、こちらお越しいただいたらぜひね、このハートも探して楽しんでいただけたらと思います。で、あとポイントはですね、こうやって草花たくさんね、植えているんですが、鉢です。鉢もこんな風に花壇なんですけど、置くような形でデザインしていただくとですね、より立体的に作ることができますので、こんな風にね、重ねるのもありですよ。こちらにもたくさんのですね、花咲いております。チューリップ咲いてますね。で、反対側、こちらにもですね、ウェルカム花壇が広がっております。今いい香りしてるんですよ。ここ今ストックです。ストックね、甘い香りがするので、ぜひね、ちょっと近づいて香りも嗅いでいただけたら嬉しいです。いやー、春の香りが、甘い香りがしております。またしゃがむと見える景色変わるので、ぜひね、いろいろな角度からお楽しみいただきたいと思います。で、ウェルカムガーデンだけでも十分こんな風に楽しめるんですが、さあ、お待たせしました。こちら、大花壇入り口と書いております。奥には1ヘクタール、横浜最大級の大花壇が今年も見事に草花共演しております。今年はどんな景色になっているのか、一緒にですね、僕のこの目線で楽しんでいただいて、巡っている気持ちで楽しんでいただけたらと思います。それでは参りましょう。さあ、入り口はこちら、大花壇入り口とね、書いてある場所から入ってまいります。まずは森の空中散歩道。空中を歩いているかのような大回廊を歩いていきます。こちらにもグリーンエクスポ2027と書いてあります。いや、まさに来年のグリーンエクスポへ続くような、そんな道となっております。来年がどんな博覧会になるのか、ワクワクした気持ちを高めながら歩いていきますと、両脇には木々と竹ですね。まだ大花壇が見えない景色になっております。そして徐々に見えてくるのはこの春ならではの桜です。いやー、少しずつ美しい花が見えてきました。いやー、見事ですね。これはまさに今春だからこそ味わえる景色です。早めにね、来ていただいて春の開花の時期に来ていただければこちらの景色が楽しめます。そして少しずつ歩いていくと、いやー、心地よい風が吹いていますが、いよいよ見えてまいります。今年の大花壇はこのようになっております。さあ、見事に咲き誇っております。今年もですね、横浜市内最大級1ヘクタールもの大花壇が広がっています。今回のテーマはズバリ、グリーンエクスポ2027、1年前の幕開け、朝焼け色に染まる春の里山でということで、一日の始まりを感じる朝の空の色合いでですね、開催1年前の期待感を表現した花壇となっております。紫、青、そしてピンク、黄色へとですね、だんだんと朝日が昇っていくような、そんな流れが作られております。約150品種20万本もの花々が植わっております。しかもその9割以上がですね、横浜市内で育てられたもので、もう地域でね、育てられた花がこのような美しい景色を作って皆様にご覧いただけるという、もう理想的なガーデンになっていますね。そしてこちらには、桜が咲いています。僕は今マレーシアで植物探求しているんですが、桜は冬の寒さを越えて初めて咲く花なんですよ。なので熱帯の気候では育てるのが非常に難しいんですね。日本だからこそ出会えるこの美しい桜、日本が誇る景色ですね。さあ、それでは下に降りてじっくりと近くで草花見ていきましょう。
このように随所に順路とあってガーデンベアがね、こっちだよっていう風に教えてくれますので、その方向に歩いていただけたらと思います。さあ、下に降りてくると、はっきりと草花の表情が見えますね。上から見ていると全体でこうね、朝焼けの絵画のような景色ができていましたが、実はこのように一つ一つ輝く、咲き誇る草花ということがわかります。綺麗ですね。自然と笑みがこぼれてしまいますが、まずこちらの中でしっかりと景色を支えてくれているのがパンジーとビオラですね。いやーもう本当にパンジービオラは優秀な花で、もうちょっとしたコツで長く楽しめますよね。もう冬から春にかけてのもう定番化、欠かせない花になっております。ちなみにですね、パンジーとビオラってこう一緒にね、呼ばれることが多いんですが、もう同じ育て方です。大きさ、花の大きさで呼ばれ方が違ってるんですよね。だいたいこう4センチより大きいと花の直径です。がパンジー、それよりも小さいとビオラと呼ばれています。品種によってね、その名前がみんな違うわけなんですが、育てる上ではコツは一緒です。大事なのはやっぱり日当たりですね。このようにしっかり日光に当てれば次から次へと花を咲かせてくれます。特にね、花がら摘みもこまめにやってほしいんですね。少し手間かもしれませんが、花がらを随時摘むことによって次の新しい花に栄養がいってくれるので、新しい花が上がりやすくなります。あと、たくさん咲かせるコツは、葉っぱを残して上の茎のところで切っていただくと、両脇からそれぞれ芽を伸ばしてそれぞれに花を咲かせて花数を倍増させることもできるんですね。芯を摘むと書いて摘芯っていうんですが、そちらもおすすめです。とにかくこんな風にね、品種が豊富なんですよ。でカラフルですね。たくさんの色があるので、今回ベースとしてね、たくさんの品種が植わっております。そしてひときわ甘い香りを放っているのが、先ほどもご紹介したストックです。このふんわりとした花姿、見た目の華やかさに加えて甘い香りが楽しめるっていうのが魅力的ですよね。やはり日当たりが重要です。蒸れが苦手なので、風通しのいい場所で育てていただいて、水はけもよく管理するのがポイントです。そして花もですね、なるべく早めにですね、終わったら切ってあげてください。茎のところで切ってもらうと、脇から伸びている花がまた次々上がってくれますからね。新しい花を楽しむことができます。見て香って楽しめる春の定番花ですね。そしてやはり春といえばチューリップですよね。いや美しく咲いています。ここでは様々な品種が植えられていまして、早咲きと遅咲きを組み合わせることによって長く開花を楽しめるように工夫されています。でしっかり咲かせるコツは、球根の状態で秋に植え付けるわけなんですが、その後冬の寒さに当てることなんですよね。土に植わった状態で冬の寒さにしっかり当たることによって、球根の中で春に花を咲かせるための花の芽がですね、徐々に徐々にこう作られていくわけなんです。ここ里山ガーデンは冬は寒いですから、球根はしっかり寒さに当たることができて、春暖かくなったら春が来たぞと芽吹いて、今年も見事な花を咲かせてくれました。そしてこちらは桜に見えますが、実は花桃なんです。この時期はうまくタイミングが合えば、桜と桃の花、そして草花を一緒に楽しむことができるんです。いやー、幸せな景色です。さあ、上に上がっていくんですが、ここで注目してほしいのが、実はハートが隠れています。今回もビオラで作られたハートの形。ここは毎年ハートが隠されている場所なんですが、ちょうどグリーンエクスポのトゥンクトゥンクのハートのようにも思えますよね。応援するようなハートの花壇になっています。ぜひ探してみてくださいね。そしてそれぞれの花壇の形が、こちらは桜の花びらになっているんです。桜の花が舞い散って落ちた花びらがそのままたくさんの花を咲かせて見事な花壇になった、そんなイメージとなっています。こちらに咲いているのはリナリアです。繊細な小さな花が集まって咲く花なんですが、こんな風にたくさん植わってね、育っていると、こう全体的にふんわりとした姿が美しい景色を作ってくれるんですよね。で、実はこぼれ種で増えることもあるので、環境が合えばですね、毎年自然に楽しむことができちゃう、そんな魅力的な花です。何より風に揺れる姿がね、とっても素敵な花なので、蒸れ対策にもなるので、風通しのいい場所で育ててくださいね。さあ、順路、ガーデンベアが示してくれています。こちらに歩を進めていくと、また次々と美しく咲き誇る花が迎えてくれます。いやー、ずーっと眺めてられますね。
癒しの景色です。こう同じ花をですね、たくさんまとめて植えるというよりは、こうランダムにですね、グループも作りながら植え付けることで、このような自然な景色ができています。そして、ひときわこの奥に高く伸びている花、気になりますよね。こちらルピナスです。別名、上り藤という名前がついているぐらいですね、この藤の花を逆さにして登らせたかのような、そんな縁起のいい花なんですよね。かっこいいですよね。で、ご覧の通りカラフルなんです。いろいろな色もありまして、で、花一つ一つは実は小さな花なんですが、こちらもやはり集まってね、房のように咲いている。なので存在感があるんですよね。高さが出るので、こういった花壇やガーデンでとてもアクセントになって立体感のある花壇を作ってくれます。で、気をつけてほしいのは植え付けの際です。直根性といって根をいじられるのを嫌う性質があるんですね。根が傷つくと弱ってしまう恐れがあるんです。なので最初に植え付け場所を決めたら、もうそこでね、植え付けたらもう植え替えないでいただきたいんですよね。で、もしどうしても植え替えなきゃいけないって場合は、根を傷つけないようにいじらずに、そっと優しく素早く植え替えてください。で、花はですね、下の方からだんだん終わっていくんですが、全体的に終わってきたら、こういった茎のね、下のところで切っちゃってください。もう一本ね、切っていただくと、脇にこれ小さいまた新しい花出てきてますよね。こちらに栄養がいくので、しっかりね、脇の花が咲いてくれるんですよ。なので、終わった花はつけっぱなしにせずね、早めに切るようにしてください。そして、水仙の花も咲いていますね。皆さん、水仙の花終わった後ってどうされてますか？実は来年も咲かせるために終わった後が重要なんですよ。花が終わったら、花だけをですね、この茎のところで切ってください。下のところですね。ここで切っていただいて、で、葉っぱは切らないでください。葉っぱは残しておいてほしいんです。なぜかっていうと、来年の咲かせるための球根を太らせる時期、それが花後なんですよ。花が終わった後、葉っぱも切っちゃうと光合成できなくなるんですね。栄養を使い切った球根のまま、そのまま来年を迎えてしまうことになるんです。なので、花が終わったら花を切っていただく。そして葉っぱは残して、葉っぱで光合成は続ける形です。そうすることによって、来年咲かせるための栄養を蓄えることができます。なので、花後は絶対にですね、葉っぱを一緒に切るってことはやめてください。花だけ切って、葉っぱが枯れるまで光合成を続けてください。同じように球根植物のチューリップも一緒です。チューリップも花が終わったら、花だけ切って、葉っぱで光合成を続けてくださいね。さあ、この辺りは朝焼けから太陽の光へとつながる、そんな黄色のゾーンです。いや、鮮やかですね。チューリップや水仙、リナリアやカレンデュラなどですね、春を代表する黄色い花たちが一斉に咲き揃ってくれています。いや、美しい。その中に混ざるピンク色の花がですね、朝焼けの柔らかな色合いも表現してくれていて、まさに夜明けの空から太陽の光へと移り変わる、そんな瞬間のようですね。そして甘い香りがやっぱりこちら包まれていて、空間全体が優しく包まれるようなそんな印象です。同じ色の中でも花の形や質感の違い、あと背丈の違いによってこういった奥行きのある景色をね、生むことができます。さあ、そして歩いていきますと、こちら曲がる場所でですね、円形になったね、開けたところがあるんですが、これね、地面に注目してほしいんですね。実は桜の花びらが描かれているんです。ね、桜の花びらですよね。こちらも桜でしっかり花の形をした桜もあって、でね、ちょっとよく見ていただくと、この辺にありました。実はハートの花びらが1枚だけ隠されているんです。トゥンクトゥンクを応援するようなハートの花びらです。ぜひこちらも探してみてくださいね。そしてこの日はこんなハートフルなイベントも開催されました。お子様皆様にオリジナルの鉢をですね、デコレーションして作っていただいて、その鉢に寄せ植えをしていただくというイベントです。いやー、お子様皆様本当に自由な発想から生まれる独創的な作品、どれも個性にあふれていて、もうとっても魅力的でした。そんな素敵な鉢に寄せ植えをしていただきました。実際に手で土に触れて植え付け、みんな夢中でやってくれて本当に嬉しかったです。元気にこれから育ちますように。世界に一つだけのオリジナル寄せ植え鉢完成しました。最後はみんなで記念撮影、なんとガーデンベアも来てくれました。皆様ご参加本当にありがとうございました。
いやー、本当に心温まるですね、イベントでした。もう改めて皆様ご参加ありがとうございました。ちなみにガーデンベアはこの後またこの動画のどこかで登場してくれる予定ですので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、さらに上に登っていきますが、そうですね、ここからはちょっとね、ずっと僕喋ってましたので、少しやっぱり言葉を離れて、じっくりね、この美しい花をお楽しみいただけたらと思います。光や風の移ろいを感じながら、美しい花々ご堪能ください。というわけで一緒に巡っている気持ちでお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。いや、見事な花がですね、迎えてくれました。ぜひ皆様やっぱり直にですね、見るともうさらに美しいですので、実際にお越しいただけたらと思います。期間は5月6日まで開催中ですので、皆様のご来場お待ちしております。さあ、そして今日はなんとスペシャルなゲストの方が来てくださいました。ガーデンベアです。ガーデンネックス横浜公式キャラクターガーデンベア。うわー、本物だ。ありがとう。ねえ、ベアはもう見事に頭がアフロ。
でフラワー風呂なんだよね。ねえ、可愛らしいですね。で、ガーデンベアのなんと公式グッズもいろいろありまして、こちらの入り口でちょっとご覧ください。実は僕着てました。じゃじゃーん、今年はこんな素敵なベア、なんとハートに乗ってます。ねえ、トゥンクトゥンクもハートですからね。ハートにこんな風に乗ってる素敵なガーデンベアのグッズいろいろ売っておりますので、T シャツも売っておりますので、皆さんもチェックしてみてください。そしてガーデンベア、いよいよ来年はグリーンエクスポ2027開催です。一緒に応援していこうね。ねえ、皆様楽しみにしていきましょう。それでは、こちら、里山ガーデンフェスタでも皆様お待ちしております。ガーデンベアありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。